にちは。 YouTube 鍼灸院です。今回は心包系と三焦系についてお伝えしていきます。このチャンネルでは東洋医学や鍼灸についての情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。東洋医学の考え方で体にはこんな風に経絡と呼ばれている気血の通り道があると言われています。今回の動画はその通り道である経絡の一つについてご紹介していきます。まずは主要な経絡である整形12経脈の流れを見ていきましょう。肺経、大腸経、胃経、脾経、心経、小腸経、膀胱経、腎経、心包経、三焦経、胆経、肝経、そしてまた肺経に戻ります。今回は9番目の心包経と10番目の三焦経についてお伝えしていきます。心包とは心膜のことであると言われています。以前心の働きでお伝えしたように、心は生命に最も重要な心を蔵しており、心がなくなれば人はなくなってしまいます。そして心は五臓六腑を統括する君主の役割があります。そんな心が内外の邪によって滅多なことで損傷されないよう外衛となって心を守っているのが心包です。三焦とは特定の器官のことではなく、消化吸収、気血心液の配布、水分代謝を円滑に行わせる一連の機能を指しています。上焦、中焦、下焦の3つに分けられているので三焦と言います。上焦は横隔膜から上部の機能を指します。心肺と関係が深いです。中焦は横隔膜からへそまでの間の機能を指しています。脾と関係が深いです。下焦はへそから下部の機能を指します。小腸、大腸、腎、膀胱と関係が深いです。それでは心包経と三焦経のルチューを見ていきましょう。ルチューとは経脈の流れのことを言います。心包経は腎経の交わりを受けて胸中の団中血で起こり、そこから出て心包に属し、横隔膜を貫いて下って三焦をまといます。その始脈は団中から始まって胸部を巡って側胸部の天地血に行き、上って液下に至り上腕前面の天線血を経て中下の中央にある極託血に入ります。さらに前腕前面の激門、間枝、内間、大量血を過ぎて主小の老朽血を通ります。老朽血から第三子先端中央にある中小血に終わります。その始脈は老朽血から分かれて第四子の内側端の間小血に至り、次の三焦経へとつながります。三焦経は第四子内側端の間小血に起こり、上って主肺の液門、中所血を経て上って主関節肺側のほぼ中央の陽池血を巡って前腕後面の外間血に行きます。外間血から歯垢、壊相、三陽絡、四徳血を通って中東にある天星血に至ります。天星血からさらに上腕後面を上って精霊炎、小暦、樹液血などを巡り肩にある肩稜血に行きます。肩稜血から小腸系の肩底、平風血を過ぎて天稜血に出て胆系の牽制血を通って鎖骨上下に入り、胃系の血盆血を過ぎて下行し任脈の団中血で交わり広がって心包をまとい横隔膜を貫いて下り巡って三焦に属します。その始脈は団中血から上って血盆血に出て上って特脈の大椎血に行き、側頭部に上って天遊血を経て天遊血から耳の後ろにある営風、経脈、路側血を過ぎ上って耳上の角損血に出て側頭部にある胆系の腱路、眼炎血を経てそこで屈曲して頬に下り目の下にある小腸系の腱稜血に至ります。もう一つの始脈は営風から耳の中に入り耳の前にある小腸系の腸球血に出て耳前の耳門、和稜血を経て胆系の上関血の前を過ぎ
頬に交わって目の外眼角にある単形の同歯稜穴に至り、歯竹腔に至って次の単形と交わります。神経と小腸系の症状。心包系が病むと次のような症状が現れることがあります。手掌のほてり、上肢の引きつり、液下の腫れ、胸が苦しく痛む、動悸、顔が赤くなるなどです。三焦系が病むと次のような症状が現れることがあります。耳鳴り、難聴、喉の腫れ、汗が出る、薬指の麻痺などです。心包系の経血。経血とは一般的にツボと呼ばれているもののことです。心包系の経血は9血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。極託。肘を曲げた時に出てくる上腕二頭筋腱の内側にあります。効果は熱病、肘関節炎、リウマチ、外傷などです。大梁。大梁は主関節前面の主関節黄門の中央にあります。効果は熱病、頭痛、心臓疾患、呼吸困難、精神病、胃腸痛、主関節の痛みなどです。内関。内関は長小筋腱と等側手根屈筋腱の間で大梁から親指2本分上にあります。効能は心悸亢進、心臓疾患、失神、不眠などです。三焦系の経血。三焦系の経血は23血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。陽池。陽池は第4、5趾の骨の間を撫で上げて主関節背側の黄門上にあります。効果は糖尿病、子宮1以上、上肢の神経痛、手根関節炎などです。特に左側の陽池にお灸すると自然治癒力が高まります。外関。外関は主関節背面の中央から親指2本分上にあります。頭骨と尺骨の間の間黄部にあります。効果は手根関節炎、リウマチ、腱鞘炎、腕関節の痛みなどです。和梁。和梁はもみあげの後縁、耳介の付け根の前方で線側頭動脈の後方に取ります。和梁はがん疾患の特効血で耳や鼻にも効果があります。他には頭重、頭痛、顔面神経麻痺などにも効果があります。いかがでしたか？心包も三焦も東洋医学でなければあまり耳にしない言葉ですが、特に三焦という言葉は今後もたくさん出てくると思うので、ぜひ覚えておいてください。次回は単形と間形の経脈と経血についてお伝えします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしよければ高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。